ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。ロレックス値上げの噂もなかったわね。まあ、でもあるんじゃないかという意見が多いな。マリサはどう思う？あるとは思っているけど、さすがに今週中には何かしらの話が出てくるんじゃないかな。そうよね。事前告知の期間を考えたら、1週間前としても今週中よね。さすがに今週中に話がなければ値上げはないということだな。活動中のランナーさんだけじゃなく、制限中のランナーさんもそわそわしちゃう1週間になりそうね。値上げがないことを祈ろうぜ。そうね。ネットニュースに興味深いニュースが掲載されてたから、ちょっと紹介したいと思うぜ。時計に関係がある話なの？あるといえばあるな。どんな話かしら？高島屋の営業利益が過去最高を更新したらしいんだ。すごいじゃない、百貨店は不振なんだとばっかり思ってたわ。私もそう思ってたんだけど、呉服屋系と、電鉄系で明暗が分かれているらしいぜ。そうなんだ、知らなかったわ。詳しく読みたい方には概要欄に URL を貼っておくので時間がある時にでも読んでみてください。動画を見終わってからにしてください。その記事の中に、外商の売上比率が書いてあったんだけど、外商の売上比率はだいたい 25% ぐらいみたいなんだ。4分の1は外商経由での売上なのね。平均だから高級ブランドに限定すればもっと高いかもな。外商さんが強いのね。百貨店に入っているロレックス正規店の場合は、予約枠があったとしても外商さんに回ってしまうだろうな。百貨店からしたら上顧客だから大切にしたいわよね。これは商売だから仕方がないことなんだけど、予約狙いでも事前来店予約が可能性高いと改めて思ったよ。毎週申し込みを忘れないようにしないとね。当選する日は突然やってくるから諦めずに申し込もうぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。このチャンネルに少しでも興味を持っていただけましたら、ぜひ励みになりますのでチャンネル登録をお願いします。動画の感想や購入報告などコメントに残していただけると、時計友達が増えた気分になれて嬉しいです。ゆっくりしていってね。あれ？今週は何をやるの？ヴィンテージブランド成功のペア表を作成するぜ。マリサ、懲りないわね。また登録者さんの半分も見てくれないわよ。この間の大爆死で吹っ切れてしまったから、もう気にせずヴィンテージウォッチの話をすることにしたぜ。開き直っちゃったのね。動画を見て、ヴィンテージウォッチやバースイヤーウォッチに興味を持ってくれる方が一人でもいたら嬉しいしな。もっと内容の充実したロレックスチャンネルは多いしね。ちょっともやもやする言い方だけどその通りなんだよな。いいじゃない、私たちのペースでやっていきましょうよ。レ夢ム、いいこと言うな。私はいつだっていいことしか言わないわよ。それは置いといて。置いとかないわよ。わかったから始めていくよ。前にもやったことあったわよね。ロレックスの新作でやってるから視聴していない方は、ぜひ視聴していただけたら嬉しいです。それで今回はどんなチア表なの？今回も当然全て欲しいモデルではあるんだけど、知らない人も多いと思うから簡単な説明と紹介が目的だ。確かにロレックスと違って知らない人がほとんどよね。コメントに深掘りして欲しいモデルがあれば教えてほしいぜ。4号ケースで大爆死したから意見を聞きたいのね。そうね。視聴者さんの要望でモデル紹介するのもいいわね。もちろん、ロレックスなどブランド成功以外でも、要望があればぜひコメント欄で教えてください。所持していないモデルも調べて解説させていただきます。画像はファイヤーキッズさんの画像を引用させていただきました。素敵なお店ですので、ヴィンテージウォッチに興味を持ったら、おすすめできるショップさんなので立ち寄ってみてください。ヴィンテージ最高。最初はどの時計から紹介していくの？もちろん、グランドセイコーファーストモデルから始めるぞ。ファーストって最初に作られたってことでしょ？ 1960年すべてはここから始まったんだ。歴史的なモデルなのね。世界に挑戦する国産最高級の腕時計を作る、という思いからグランドセイコーは開発されたんだ。世界を目指して開発されたのね。ロードマーベル、クラウンをベースにさらなる高精度化が図られた初代グランドセイコーは、国産では初めてスイスクロノメーター検査基準優秀級規格と同等の社内検定を行い、それに合格した時計が保土証明書付きで発売されたんだぜ。保土証明書？その時計の精度を証明する書類のことだ。保証書みたいなものかしら？保土証明書には出荷前に行った検査結果も記載されているからもっと価値があると思うよ。一本一本検査結果を記載して販売するなんてすごいわね。世界最高級の腕時計を作る、という決意の表れだよ。どうしてこのタイミングだったのかしら？翌年の1961年に腕時計の輸入規制が解除されることを控え、スイス製の時計が国内に大量に入ってくることを見越して、世界の時計と対等に戦える時計が作りたかったんだと思うぜ。そういう時代背景もあって誕生したのね。
ギアランクはもちろん、憧れランクだ。もうこれは異論の余地はないわね。ヴィンテージ好きなら欲しいと思わないはずがないな。購入する際に気をつけることはある？ 60 年前の時計で機械の状態にもばらつきがあるから、信頼できるお店で購入するのが安心だと思うよ。購入するならオーバーホール済みの個体が安心できるわね。将来の資産性も下がることはないモデルだと思うぞ。資産性もあって時計も楽しめるなら最高じゃない。資産性を求めるなら、初期のプリント文字盤が狙い目だ。そうなの？生産期間がわずか3ヶ月間とも言われているぜ。そんな短いの？ちなみに相場はどれくらい？ファイヤーキッズさんで1本販売されていたぞ。でも、ロレックスに比べたらそこまで高額じゃないわね。当時の定価は2万5000円で当時の大卒初任給の2倍という高級品だったんだよ。プレミア率で言えばロレックスも真っ青ね。現行品ではないから数は減っていく一方だし、価格が下がる可能性はないんじゃないかな。でも、時計人気が下がればプレネも下がるでしょ？海外でのヴィンテージ成功の人気はすごいから、人気が下がって価格が落ちる可能性も低いよ。そうなんだ。逆に海外での人気が上がって価格も高騰し、日本人が買えない未来もあるかもしれないぜ。日本の賃金は全然上がらないものね。あと、もう一本購入を考えているなら、こちらは超おすすめだ。さっきのより安いわね。アップライト文字盤なんだけど、なんと、コド証明書、箱、微乗、タグ付きで超レアだぜ。そんなに珍しいの？60年前の時計が残っているだけでもすごいのに、付属品まで残っているなんて奇跡に近いと思うぜ。言われてみれば、将来プレミア価格になるなんて、想像もしてなかったでしょうね。東京オリンピックの前だぜ。時計をコレクションするとか、趣味で楽しむなんて、一握りの富裕層しか考えなかったんじゃないかな。すごく貴重な時計に思えてきたわ。私も本気で購入を検討したい一品だと思うよ。資産性も高そうだし悩んでいる人は多そうね。ファーストだけで時間を使いすぎたから、次に行くぜ。ファーストに関しては、一本の動画でまたやりましょ。ファーストは絶対にやりたいよな。じゃあ、次は？グランドセイコーセルフデーター、通称、セカンドと呼ばれているぜ。2番目のモデルなのね。そうだ、私の中では将来購入したいモデルだぜ。良い時計なの？ファーストより実用性が大幅に向上しているよ。どんなところが？裏蓋がスナップバックからスクリューバックに変わったことで、防水性が向上したことが大きいな。それは大きな違いね。私は使い込んで楽しむのが好きだから、スクリューバックに変わって実用性が上がったのは大きいぜ。普段使いできるのは嬉しいわね。あと日付表示がついたのが特徴だな。ノンデートはないの？確かなかったと思うよ。そうなんだ。当時、時計は実用性が高かったから、高級時計だから日付表示をつけたのかもしれないな。なるほどね。私の世代だと時計のイメージにぴったり合う形なんだ。時計らしい時計ということね。実用性も高いし完成度の高い時計だと思うから欲しいぜ。武骨な感じがヴィンテージらしくてかっこいいわ。あと、裏の獅子メダルもかっこいいぞ。グランドセイコーのロゴね。もともとはクロノメーターモデルについてたんだよ。そうなの？ 44KS クロノメーターも獅子のメダリオンがついてるぜ。知らなかったわ。その後、社内検定でのクロノメーター基準では、クロノメーターを名乗れなくなり、グランドセイコー規格がスイスのクロノメーター規格よりも厳しい基準に設定し、GS 規格をアピールしたんだよ。転んでもただでは起きないわね。戦後の復興と高度成長時代を生き抜いた人たちは、まさにジャパンプライドの塊だったんだと思うよ。その頃の時計だから余計に魅力的なのかもしれないわね。日本の黄金時代に活躍した時計なんだよな。次は？ 62GS を紹介するぜ。ちょっとデザインが違うわね。お、違いがわかるか？リューズの位置が3時1じゃないのね。グランドセイコー初の自動巻きなんだよ。62GS が最初の自動巻きだったのね。視覚的にもリューズを巻く必要がないことを表現してるぜ。雰囲気も何か違う気がするわ。ベゼルがないことで、文字盤が広く見える工夫と、視認性が向上したことでスッキリとした印象がするな。現代でも通用するデザインよね。この後にハイビート化されていく時代背景もあり、わずか約2年間という短い生産期間だから希少性もあるよ。じゃあ、今後注目のモデルじゃない。私の中でも今後の注目モデルに分類しているぜ。もっと上の分類でもいいんじゃない？もちろんだ。じゃあ、なんで？あくまで私の基準なんだけど、自動巻きより手巻きの方が好きなことかな。最近、手巻きにハマってるわよね。手のかかるところが逆によく感じるようになってきたぜ。じゃあ、次に行きましょ。次は、44GS だぜ。まさに次に買いたい時計だぜ。最近、ずっと探しているわよね。成功スタイルを確立したモデルであり、ロービート最後の手巻きモデルでもあるんだ。ストーリー性もあるのね。
62GS と同じくハイビート化の時代背景の影響で、わずか2年で生産終了になってしまったんだ。性能はどうだったの？手巻きロービートの集大成であり、最高傑作だよ。マリサが欲しがる理由が少し理解できたわ。今後値上がりが止まらないモデルだと思うから、今のうちに購入しておきたいんだよな。外国人さんも狙っているかもしれないわね。ファーストほどではないと思うけど、今後も希少性は上がっていく一方だと思うよ。44GS の深掘り動画も制作したいわね。もちろんだぜ。次の時計に行きましょ。次は、61GS だぜ。44GS に似た雰囲気がするわね。自動巻きのハイビート、デート機能付きモデルもあって、当時のハイスペックモデルだぜ。そんなにすごいの？ 61系は、スペシャルモデルや VFA モデルも製作されるんだ。VFA モデルがあるなんてすごいじゃない。1970年大阪万博でタイムカプセルを埋めたんだけど、1970年当時を代表する男性用腕時計として選定され、61GS が埋められているんだぜ。おー、もう掘り返されて、どこかに展示されているのかしら？いや、まだ埋まっているよ。50年以上経っているのに、まだ掘り起こされてないの？生きているうちには無理だと思うぜ。100年後ぐらいかしら？私は元気に生きている自信があるわよ。西暦1970年だ。バカ言ってんじゃないわよ。人類が滅びているかもしれないじゃない。まあ、現代だとそういう発想にならないかもしれないけど、当時は未来に夢と希望しかなかったんじゃないかな。5000年後の人は時計なんてわからないんじゃないの？だからちゃんと説明書きが添えられているぜ。通常、左腕にはめるもの。もう異星人へのメッセージみたいね。中国ですら3000年の歴史と言われているのにな。当時の人たちのポジティブさは見習いたいわね。そうだな。ということで、61GS は当然買いだぜ。5000年後の話を聞いたら意義なしね。人類が存続していたら、世界最古の腕時計になってる、可能性すらある壮大なストーリーがたまらないぜ。先の話だけど、その時が楽しみね。まさかレイムは生きている気でいるのか。そうだな、楽しみだな。やっと半分終わったわね。動画を分けたいけど、見る人も少ないと思うので続行するぞ。仕方がないわね。次を紹介してちょうだい。次は、45GS だぜ。面白いケースの形をしているわね。45GS も一般的にはセイコースタイルケースなんだけど、せっかくなので珍しいケースを紹介してみたぜ。ダイヤルカラーも珍しいわね。ケースはオクタゴンケースと呼ばれていて、この頃からカラーダイヤルも増えていくようだな。45GS はどういう時計なの？手巻き最後のモデルでしかもハイビートモデルなんだ。手巻きのハイビートモデルなら、45KS と一緒じゃない。兄弟機と言ってもいいかもしれないな。天文台クロノメーターも同じ系譜なのよね。45系は手巻きモデルの集大成で最高傑作と言えるぜ。45KS を持っていても欲しいのかしら？当然買いたいモデルだよ。手巻き最後の GS なら欲しくなっちゃうのは仕方がないわね。手巻き好きとしては見逃せない時計だよ。価格的にはお買い得なの？まだまだ手頃な価格で購入できて実用性もあるから、今のうちに状態の良い一本を入手しておくことを勧めるぜ。今後は人気が上がると思う？復刻モデルも発売されたりしているから、今後も人気は上がって状態の良い個体は、高額になってしまうかもしれないよ。手巻き好きの人は検討してもいいかもしれないわね。ヴィンテージ GS の名作と言っていいと思うぞ。次の時計は？ 56GS を紹介するんだけど、56系は種類が豊富で、簡単には説明しきれないモデルなんだよな。そんなに種類が多いの？ヴィンテージ GS としては最後まで生産されたモデルだから、ヴィンテージ GS の集大成でもあるんだけど、クオーツモデルの登場で生き残りをかけて迷走もしているな。時代に翻弄されたモデルでもあるのね。ケースの形状も色々なデザインがあるから、お気に入りの一本を探すモデルとしていいと思うな。数が多いなら探す楽しみもあるわね。次は、チャンネル登録してくれている 2% の女性に紹介するぜ。女性の登録者って 2% しかいないの？そうなんだよ。時計好きな女性は少ないのかな？マリサが人気ないだけでしょ、とはさすがに言えないわね。女性向けの時計を紹介してないから仕方がないわよ。それはそうだな。ちょうど良い機会じゃない。19GS グランドセイコーレディースを紹介するぜ。あら、可愛いじゃない。セイコースタイルをそのままサイズダウンさせたケースだぜ。大きさは？ケースサイズは、フューズを含まず 26mm サイズだぜ。女性には良いサイズ感じゃないかしら。手巻きハイビートモデルでバリバリの実用時計なんだ。ちょっと憧れちゃうわね。仕事がバリバリできる女性がしてそうだよな。他のモデルはないの？ 19GS-VFA もあるんだぜ。かっこいいじゃない。素敵すぎて憧れてしまうぜ。尊敬しちゃうわよ。注目モデルだぜ。次も面白い形をした時計ね。
61GS なんだけど、ケースが面白いから紹介するぜ。レトロな雰囲気が可愛いじゃない。座布団ケースとか、クッションケースと呼ばれているな。やっぱり変なデザインかしら？私も最初はそう思って、誰が買うんだって思ったけど、何度も見ているうちに目が慣れてくるのか、逆に味わいがあるように見えてくるから不思議だよ。最高峰 GS のデザインだと思うと不思議な感じね。意外と購入したら愛着が湧くデザインかもしれないな。いよいよ最後の一本ね。45GS の金無垢モデルを紹介するよ。金無垢？そんな素敵なモデルがあるなら最初に紹介しなさいよ。憧れのモデルだから最後にしたんだよ、ということにしておくぜ。なんか見たことある気がするわね。天文台クロノメーターに似ているからだよ。そっくりじゃない。天文台クロノメーターはさすがに購入できないけど、45GS の金無垢モデルなら購入できるかもしれないよ。でも、お高いんじゃないの？ヴィンテージ GS の金無垢モデルは意外とお手頃なんだ。そうなの？金無垢モデルを検討しているなら、ヴィンテージ GS も候補に入れてもいいと思うよ。すごく GS に興味が湧いてきたわ。私も金無垢 GS 探してみようかしら。私もいい答えを見かけたら教えるよ。今回の小話はいかがでしたか？この動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひ励みになりますのでチャンネル登録をお願いいたします。動画の感想や購入報告などをコメントに残していただくと、時計仲間が増えた気分になれて嬉しいです。動画にしてほしい時計紹介などのリクエストも大歓迎です。動画の数も少しずつ増えてきましたので、お時間がある時にもう一本視聴していただけますと、すごく励みになって嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。